ワンはもし自分が海に落ちたら、ユエンは助けに来てくれるのか確かめたくて、自ら水の中へ飛び込んだ。ユエンもすぐに後を追ったが、彼は泳げない。結局、ワンに助けられて船へ引き上げられると、ユエンは父が目の前で海に飲み込まれていった光景が今も忘れられないのだと静かに打ち明けた。そして今度はワンが自分もまた誰にも言えない秘密を口にする。実は男が好きなのだと初めてユエンにだけ打ち明けた。それでも何一つ変わらず自分と接してくれるユエンにワンは安堵を覚えていた。気づけば2人の距離は日に日に縮まり、いつしかかけがえのない存在になっていた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ある夜、ワンは学校の体育館の鍵を持ち出し、ユエンに泳ぎを教えようとする。最初は断っていたユエンだったが、ワンに背中を押され、恐怖と向き合いながら少しずつ水の中へ入っていった。そんな中、2人が水中で息を止める練習をしていると、突然ガードの声が聞こえてきて、慌てて身を隠す。だがユエンはもう限界で、その瞬間ワンはとっさにユエンへ口づけた。もちろん最後まで隠し通せるはずもなく、2人はガードに見つかってこっぴどく叱られる。ワンは反省する様子もなく、ユエンにあれはキスではなく救助だと言いながらガードの説教に全く耳を向けない。そんな苦しい言い訳にユエンは呆れながらもどこか嬉しそうだった。その夜、ユエンはワンに触れられた感触が頭から離れず、何度も思い出してしまってなかなか眠れない。そして意識は次第に熱を帯び、気づけば手はゆっくりと下半身へ伸びていた。翌朝、教室には新しい転校生がやってくる。リンは教室に入るなり、ワンの前の席へ座り込み、クラス全員の前で自分はワンの婚約者だと堂々と言い放った。ワンは家同士が勝手に決めた話だと強がるが、リンは幼い頃から一緒に育った幼なじみで、ワンのことを誰よりもよく知っている。そのやりとりを隣で聞いていたユエンは、胸の奥がざわつくのを止められず、気づけば呼吸をすることでさえ苦しくなっていた。こうしてリンはしばらくワンの家で暮らすことになる。そこで補習のためにやってきたユエンを迎えたのもリンだった。まるで当然のように並ぶ2人の姿に、ユエンは胸が締め付けられ、結局その空気に耐えきれず、まだ5分も経たないうちに用事を理由にしてその場から逃げるように立ち去ってしまった。翌日、リンとワンが学校の屋上で言い争っているという噂が広まり、生徒たちはこぞって見物に集まる。ユエンも駆けつけ、自分が原因なら謝ると口にしたその時、突然上から箱が落ちてきた。ユエンはとっさにリンを突き飛ばして守ったが、着地の体勢が悪く、リンは手首をひどく痛めてしまう。ワンはすぐにリンを保健室へ連れて行き、手当てを受けさせようとした。ところがリンはそこにいたシュンの顔を見た瞬間、激しく取り乱し、兄の命を奪ったのはシュンだと叫び、生徒たちの前で彼がゲイであることまで暴露してしまう。その騒動は瞬く間に学校中へ広がり、シュンは校長から休職を命じられた。一方ユエンは自分のせいでリンを怪我させてしまったことが気がかりで病院へ見舞いに向かうが、病室の外でワンとリンが親しげに話す姿を目にしてしまう。さらにワンが自分が面倒を見るからと話しているのを聞き、ユエンは完全に勘違いし、結局病室に入ることもできず、その場から逃げ出してしまった。そして追い打ちをかけるようにあの日の映像がネットに流出する。全校生徒はユエンを不幸を呼ぶ人間だとささやき、わざとリンを突き飛ばしたのではないかという噂まで広げ始めた。耐えきれなくなったユエンはワンとも距離を置くようになる。だが嫌がらせはそれだけでは終わらない。母の店にまで中傷の張り紙が貼られ、ユエンは涙を流す母の姿を目の当たりにする。もうこれ以上誰も巻き込みたくない。そう思ったユエンはついにワンとの関係を断ち切ろうと決意し、胸の奥に押し込めてきた感情をすべてぶつけた。ちょうどその時、長い間姿を消していたベイ先輩が学校へ戻ってくる。
そしてユエンを連れ出しワンの前から去っていった。一方その頃ワンもまた諦めてはいなかった。どれだけ突き放されても、どれだけ傷つく言葉をぶつけられても、ユエンの母の店を助けたいという気持ちは変わらない。ワンは店への嫌がらせ問題を解決するため有力な弁護士まで紹介していた。そしてそのことを誰よりも早くユエンに伝えたくて、ワンは彼のバイト先へ向かう。その頃ベイ先輩はついにユエンへ思いを伝えていた。突然の告白に動揺したユエンは足を滑らせプールへ落ちてしまう。水に飲み込まれた瞬間、意識の奥に浮かんだのはベイ先輩ではなかった。目の前に助けてくれたのはワンだと見間違えたのだ。だがユエンが気づくより早く最悪のタイミングでワンが現れた。目の前に広がっていたのはベイ先輩とずぶ濡れのままプールにいるユエンの姿だった。ただでさえ距離を置かれ拒絶され続けていたワンにとってその光景はあまりにも残酷だった。深く傷ついたワンは何も聞かないままきびつを返しその場を去っていく。ユエンは慌てて後を追いかけるが必死に呼び止めてももうワンの姿はどこにもなかった。その夜ワンはベイエの倉庫に身を隠し酒を煽っていた。ユエンに拒絶されたことも何もできない自分自身も全てが悔しい。ユエンは男を好きになれないと言っていたのに最後に選んだのは自分ではなくベイ先輩だった。そう思い込んだワンは抑えきれない感情をベイエにぶつけながらまるで壊れたように飲み続けた。ようやくユエンが倉庫へたどり着いた時にはワンはすでにまともに立てないほど酔いつぶれていた。ユエンは慌ててベイ先輩の告白は断ったのだと説明するが、ワンはその言葉を聞いてもユエンはただ男を好きになれないだけなのだと勘違いしてしまった。だからユエンが好きだと思いを打ち明けた時にはもうワンの意識は限界だった。ようやく届いたはずの告白は酔いに沈んだワンの耳には届かないまま夜の闇に消えていったように見えた。また次回お会いしましょう。ではでは。